世界一面白いアクション RPG、これを目標にゲームを作ります。今回はですね、ダッシュ回避を実装しました。飛び道具に対して積極的に行っていく回避アクションです。タイミングよく前ステップを入力することによって飛び道具をかわしながら敵との距離を大きく縮めます。入力に失敗すると転倒してしまうというリスクがついていきますが、まさに赤狼の見切りのような危険を冒して前のめりに戦っていく、そんなポジティブなアクションに仕上がっています。ヒロイックですね。まさに主人公がね、やってくれそうなアクションだなという感じがします。今回はですね、このダッシュ回避のアクションをベースに他にもかっこいいアクションができないかっていうのをね、ちょっと作りながらやってみたいと思います。ちょっと前の動画からね、かなり日数空いちゃったんですけど、実はね、今のところダッシュ回避アクション、このベースとなるね、いわゆるオーソドックスなダッシュ回避を作っただけで、ちょっとね、開発の方をね、放置しちゃってました。というのもですね、ちょっといろいろ4月からのね、クリエイターズラボ本格始動に向けて、準備をしてる段階ですね。例えば、プログラマーのね、方を1名雇う予定なんですけど、僕自身ちょっと人をね、雇うっていう行為自体が初めてなもので、いろいろね、契約書作ったりとか、そういう事務的な作業をやったりとか、あとですね、講談社の方とね、今ね、担当編集の鈴木さんという方がね、1名僕についてくれてるんですけど、その方とですね、世界観とかストーリーに関する打ち合わせっていうのも始まっています。今までね、僕、戦闘ばっかりね、アクションばっかり作ってきて、ストーリーっていうものは、片割り次第話しますって言ってね、お茶を濁しながらずっとやってきたんですけれども、ついに講談社の方といろいろ意見をぶつけ合いながらね、ストーリーを練り始めてるっていうところです。一応土台となるところ、大元のストーリーの流れっていうのはね、完成しつつありまして、主人公が旅をする目的だったりとか、その目的に大きく関わってくる登場人物たち、あとはラストシーンですね。このラストシーンに関してね、かなり、自分で言うのもあれなんですが、壮大で感動的で、それでいてカタルシスを得られるようなね、素晴らしいラストに持っていけそうだなっていうお話になりつつあります。ただやはりゲームという作品になる以上、それを表現する力が僕たちにあるのかどうかっていうところですね。その辺は試行錯誤しながらやっていきたいと思っております。今後ストーリーの細部が定まっていくにつれて、それを視聴者のみんなにどこまで共有すべきなのかという大きな問題が出てきます。このチャンネルの一番の強みっていうのは、やっぱり開発中のこのプロジェクトをみんなと共有しながら進めていくっていうところの面白さにあると自分では考えているんですけど、じゃあ果たしてストーリーの細部をプレイする前に知っておきたいっていう方がどれだけいるのかっていうところは問題になりそうですよね。おそらく多くのプレイヤーがネタバレになってしまうようなストーリーの細部は知りたくないと思いながら見てくれているのかなと思います。これは僕が視聴者側だったとしても同じように思うはずです。なのでここから先はあくまでハイタカ個人の主観において、ここはネタバレになるから言わない方がいい、ここはネタバレには当たらないから別に言っても大丈夫だろう、主観ではありますが適切に分別した後で皆さんに共有していこうかなと思います。早速なんですが、このゲームでの目的にあたる重要なキーワードを皆さんにお伝えしたいと思います。これはダークソウル3でいうところの大殺しに至るものですね。あのゲームでは最初の火の力が弱まってきた世界で、かつての牧の王たちの力が必要ということで、主人公は牧の王たちですねをぶっ殺して首をね持ち帰って玉座に無理やり座らせるっていう、そういうえげつない大殺しの物語なわけなんですけれども、僕のゲームにおけるその大殺しにあたる、主人公の目的ですね、それは地上絵です。正確に言うと地上絵を描くこと。今回はこのキーワードだけ伝えるので、あとは皆さんでね妄想なりなんなりして楽しんでいただけるとありがたいです。なんとなくですけれども、大殺しの物語よりはだいぶ明るい感じに仕上がってきそうだなっていう匂いがしますね。というわけでここから先は冒頭にも説明したダッシュ回避アクションをもう一つぐらい作っていくのコーナーにしたいと思います。それではですね、ダッシュ系のかっこいいアクションを作ろうっていうことで、今一つねちょっと考えてるのがあって、バックローリングの後に素早くねダッシュに遷移して失ったラインをね回復させる、距離でかわしてで空いてしまった距離をダッシュで詰めるっていう感じのねアクションを作ってみたいなと思います。それではですね、アニメーションはねこいつを使いたいと思います。後ろに回った後にダッシュにそのまま遷移してくれるって感じのアクションですね。これね確かどのアセットだったかな。ですね、確かクレイジーなんちゃら、これですかね、クレイジー
ランナーアクションパックってやつですね。結構ねクオリティ高いですね。これもっていうかなんかセールやってますね。3月27日昼まで選ばれた製品が 50%。 マジか、熱い。このアニメーションパックの中に入ってたやつですね。エスケープロールバックのルートモーションってやつですね。ただこの後ろに回転する部分に関しては、このね、なんていうかな、体育の授業でやる感じの後ろでんぐり返りみたいな、ちょっとダサいかなと思うんで、バックローリングの部分はもう今ねゲームに使ってるあっちの方がかっこいいと思うんで、それにを使いつつ、この辺からですね、だから後半のこの右手をついてちょっと半分クラウチングスタートみたいなところだけ使っていこうかなと思います。悪くないですね。バックローリングからダッシュに行こう。やっぱりこう右手をねちょっと地面につける動作があるとちょっとかっこいい感じになりますね。ただ悪くないんだけど、こうなってくるとあれだな、せっかくダッシュしてるんで、こうなんか全体重乗っけたシールドタックルみたいなダッシュを生かした技に何か遷移させたいなっていうのがありますね。ちょっと思いつきなんですけど、バックステップからもダッシュに遷移できるようにしてみました。これねかなりいい感じで、バットアクションと混ぜたりするとめちゃくちゃクロート感出せますね。若干ちょっとねぶっ壊れになりそうな予感がちょっと漂ってはいるんですけど、僕自身ダクソの対人とかねめちゃくちゃやり込んでたんで、ゲームバランスにはめちゃくちゃ重きを置きたいなとは思ってるんですけど、やっぱりねそれ以上に単純にそのアクションのかっこよさだったりとか、動かしてる時の楽しさ、意のままにね操れてる感覚、いわゆる僕がよく言うリンク感っていうやつなんですけど、そのあたりを大事にした上でねバランスも整えていきたいですね。このアクションはねかなりリンク感高めてくれそうなんで、うまいことねバランスも整えていければなと思います。というわけで最終的にはサイドステップとサイドローリングからもダッシュにスムーズに遷移できるようにしてみました。プラスでダッシュ中の専用攻撃として飛び蹴りみたいな、ダッシュ飛び蹴りみたいな感じのねいい感じのアニメーションあったので追加してみましたと。今回はそのダッシュに関するアクションですね。一つ目が相手の飛び道具に対して積極的にね前ステップ踏んでいくことによってダッシュ回避しながら距離を縮めるっていうものと、あと後半にね作ったのが回避の動作からスムーズにダッシュに遷移していくっていうものですね。この2つ目のアクションに関してはかなりねリンク感も高めでね手触りの良いアクションになったんじゃないかなと思っております。皆さんもねダッシュとか回避関連で何かしてみたいアクションっていうのがあったらぜひコメント欄の方までお願いいたします。というわけで今回はこの辺で失礼いたします。お疲れ様でした。